こんにちは、ただ服を作るの泉です。今回は以前この動画で紹介したシワ加工のされたシーチングの生地の黒の方の生地を使ってこの1枚で可愛いワンピースという本の中の14番この七分丈スモックワンピースを作っていきたいと思います。パーツもとってもシンプルで作り方も分かりやすいので初心者の方にもおすすめのワンピースです。簡単なワンピースから挑戦してみたいという方や洋裁初心者の方にもおすすめのワンピースになっていますのでぜひ最後までご覧ください。作り方は前編後編の2つに分けて詳しくゆっくり紹介していきます。ぜひ初めての方も一緒に作ってみてください。それでは本題へ入る前に一つだけお知らせです。ただ服を作るでは自分一人で服作りに挑戦するのが不安だなという方や困った時にはいつでも質問したいという方、あとは同じ趣味を持った人とつながりたいなという方のためにメンバーシップただ服の家を用意しています。週に2回ほどライブ配信を行っていて内容は洋裁の基礎とかパターンの基礎や随時メンバーの方の質問やリクエストにお答えしたりしています。ライブに参加できなくてもアーカイブに残っていますので好きな時間にいつでも何度でも見ることができます。気軽に参加できる洋裁クラブといったところでしょうか。興味のある方はぜひただ服の家まで遊びに来てください。それでは早速始めたいと思います。スタート。まずはパーツと縫い代についてです。最初にこれが前身ごろになります。首周りはバイアステープで作るので縫い代はいりません。前中心は輪にせずに縫い代1センチをつけます。他も全部縫い代1センチでつけて裾は縫い代 2.5 センチつけて裁断しておきます。縫い代の付け方で注意したいところはここの肩の縫い代を先につけるということですね。この肩の縫い代1センチを先にまっすぐ延長して書いておいてそこに対して首周りを直角出しアームホールも直角出しをします。脇の方の裾の部分もちょっとだけですが折り上げ法をすると少し外に飛び出るので折り上げ法で縫い代をカットしてあげてください。直角出しと折り上げ法についてはこちらの動画で詳しく紹介していますのでそちらの方もご覧ください。パターンを写したら最初にこの首元に2箇所アームホールに1箇所ギャザーの止まりの位置の合い印があるのでここの印をつけ忘れないようにしてあげてください。あと前中心に空き止まりの位置もあります。ここの印も忘れずにつけておいてあげてください。で印をつけたらハサミの先っちょでこんな感じで小さく切り込みをつけておいてあげると後で分かりやすいかなと思います。次は後ろ身ごろです。後ろ身ごろは基本は前身ごろと一緒でいいです。首元にはバイアステープをつけるので縫い代はいりません。であとは縫い代1センチ裾の部分は縫い代 2.5 センチでつけます。首元に1箇所ギャザーの止まりの位置があるのとアームホールのところにもギャザーの止まりの位置の合い印があるのでこちらも忘れずに写しておいてあげてください。で作るサイズと生地幅によって違うんですけど今回私の場合は後ろ中心を輪にして裁断しているので縫い代はつけていません。ただ本では後ろ中心にも縫い代1センチをつけています。これは生地幅が小さかったりあとは作るサイズによってこの後ろ身ごろが生地を半分に折った時に入らないことがあるのでこんな感じでバラバラにしているんですけどもし生地幅が大きかったり S サイズとかだったら生地を半分に折って裁断してもパターンが入るのでそうやって切ってあげてもいいです。前の方は空きがあるので輪にしてはいけないんですけど後ろの方は特に問題がないのでここは輪にして裁断してもこんな感じで縫い代をつけてあげてもどちらでもいいかなと思います。お好みの方でやってみてください。でこれが袖です。袖の縫い代はぐるっと全部1センチでつけていきます。袖山の縫い代を先に書いて次に袖下の縫い代をつけていってあげてここで直角出ししてあげるようにしてあげてください。袖山と袖口の方には2箇所
ギャザーの止まりの合い印を書き写しておいてあげます。で、袖山のところにも1箇所合い印を忘れずにつけてあげてください。そしてカフスですが、実はこのパターンにはカフスのパターンがついていません。その代わりに本のところにこんな感じでサイズの書いてある四角形が書いてあって、このサイズの通りにカフスを裁断してあげるといいです。ただこれは縫い代がついていないので、ここを見るとぐるっと縫い代が1センチついてあるので、つまりS サイズで作るなら31センチにプラス両サイド縫い代の2センチだから33センチかける高さが2センチ2センチにプラス1センチ1センチの縫い代をつけるので6センチの長方形を直接生地に書いて裁断してあげればいいかなと思います。で、裁断するとこんな感じですね。ただの長方形が出来上がります。そして最後にバイアステープを作ります。今回このワンピースにはバイアステープを使うので自分で作ってあげるといいかなと思います。まずこんな感じで生地を裁断した後、身ごろとか袖を裁断した後の生地が残ったとします。こんな状態から作ってあげてもいいんですけど、初心者の方が最初分かりやすいように作るにはどうしたらいいかっていうと、ちょっとこの辺がもったいないんですけど、一度地の目を通します。そして生地を開いてあげて、ここが今生地の耳なんですけど、ここをこんな感じでパタンと折ってあげると、ここに三角形ができますよね。ここの長さを揃えてあげます。これ定規が50センチ定規なので、こちら側が50センチだとしたら、こっちの生地の耳の方も同じ長さになるようにして畳んであげます。なんとなく二等辺三角形になるようにまずは折ってあげて長さを確認します。そうするとこの方向で生地を切ってあげると、これがバイアステープになります。70センチの長さの幅が 4.2 センチのバイアステープを2本ここで作ってますが、つなぎ合わせて140センチになれば良いとあります。で、長い1メートルの竹物差しとかがある方はそれを使って一気に70センチのバイアステープを作ってあげてもいいかなと思います。私は今回50センチの定規で作ろうかなと思います。こんな感じで端をカットして、ここに合わせてバイアステープを作っていきます。こんな感じでいいと思います。で、これをカットしてあげてください。こうやってあげるとこんな感じでバイアステープが4本一気に作れるので、こうやって用意してあげるといいかなと思います。で、今カットしたバイアステープをつなげる方法は、中表になるようにして合わせます。この時にこの三角形とこちらの三角形が同じになるように、つまりここの飛び出ている長さとこちらの飛び出ている長さが同じになるようにして合わせて、このカックンとなっているここからここまでをミシンで縫い合わせます。こんな感じで縫えたら、この縫い代を開いて、でアイロンをかけます。そうすると表から見た時にこんな感じで角みたいな縫い代が飛び出ていると思うので、ここをカットしてあげます。こんな感じでつなぎ合わされました。で、これが140センチになるようにしておきます。では早速作っていきたいと思います。まずは後ろ身ごろからですね。後ろ身ごろの後ろ中心と
肩の部分にロックミシンをこんな感じでかけます。肩の部分も両方ロックミシンがかけられたら、首元に粗ミシンをかけていきます。ミシンの縫い目のダイヤルを3とか4くらいに合わせてあげて、このギャザー止まりの合い印よりも外側から最初の糸はちょっと長めに出してあげて、それからかけてあげてください。でもう1本、次は 0.7 センチくらい、1センチの縫い代を飛び越えなければステッチの幅は何でもいいです。後ろ身ごろの作り方、今のは私と同じように後ろ中心を輪にしている方の作り方です。もし後ろ中心に縫い代を1センチつけて本の通りに裁断している方は、最初に肩のところと後ろ中心にロックミシンをかけたら、次に後ろ身ごろ中表になるようにして合わせて、後ろ中心を縫い代1センチで縫います。でそこの縫い代は開いてアイロンをかけます。そして最後に首周りに2本の粗ミシンをしてギャザーが入れられるようにしておいてください。これで後ろ身ごろが完成です。後ろ身ごろができたら、次は前身ごろの方に行きます。前身ごろも後ろと同じように肩の部分と前中心にロックミシンをかけておいてください。で前中心はこの空きのところにね合い印を入れてあるんですけど、ロックミシンをちゃんとかけてもこうやって合い印が残るので、そのままロックミシンをかけてあげてください。ここだけね、印のところだけ切り落としてしまわないようにだけ注意してくださいね。そしたら後ろと同じように前のギャザー止まりのところのちょっと外側からここのギャザー止まりのところ、あんまりこっちは外側に出てくると縫い代1センチで前を縫ってしまうので、ギャザーをこう入れられなくなってしまうので、ちょっとだけ外に出すように粗ミシンを2本入れていきます。こんな感じで反対側にも粗ミシンをしておきます。そしたら次にこの前身ごろの2枚を中表に合わせます。で空き止まりの合い印を揃えて、この空き止まりから裾まで縫い代1センチで縫います。で今縫った縫い代は開いてアイロンをかけてあげてください。でこの首元の空きの部分も1センチで折っておきますか。でアイロンを使っているついでに裾の 2.5 センチの縫い代も折っておきます。で一度開いて1センチで折ります。そしたら今作った前中心の部分にステッチを入れていきます。空きの部分は 0.5 センチ、このギャザーの粗ミシンは縫わないようにして、だいたい 0.5 センチ幅くらいでステッチを下まで入れていきます。で反対側も同じように 0.5 センチでステッチを入れていって、最後にここの空き止まりのところが破けてしまわないように返し縫いをしてつなげてあげて、前身ごろは完成です。はい、こんな感じで前中心のところにステッチを2本かけて、ここの真ん中に返し縫いをして前身ごろが完成です。
前身ごろと後ろ身ごろそれぞれ作り終わったら、後ろ身ごろと前身ごろを中表になるようにして合わせます。そして肩の部分を縫い代1センチで縫います。そしたら縫い代を開いてアイロンをかけておいてあげてください。これを反対側も同じようにします。はい、ということで今回はここまでにしたいと思います。次回は首元のギャザーを作って襟を作るところから始めていきたいと思います。ぜひ一緒に作ってみてください。最後まで見ていただきありがとうございました。バイバイ。